こんばんは、不動産モフです。今日はですね、YouTube で登録者数1000人まで行く戦略について解説していきたいと思います。ですね、YouTube やってみたい、そう思ってない方は全然関係ないと思われる方いらっしゃるかもしれないんですけども、実はですね、今日話す話はむちゃくちゃですね、ビジネスに対して基本中の基本であるマーケティングだとかですね、商品開発の戦略、売れるための戦略について解説してますので、YouTube 関係ない人でもですね、ものすごい勉強になるので、ぜひ見てみてください。で、僕自身登録者ですね、おかげさまで21万人超える規模になってきまして、その YouTube のですね、ノウハウ、コンサルティングとかもですね、法人向きにやってるんですけども、そういった時に、まずですね、何から始めるか、そういうですね、基本をですね、実際に解説していくので、ぶっちゃけかなり有用な内容だと思ってます。なのでですね、ぜひ最後まで見てみてください。で今日実際にですね、YouTube コンサル、法人のコンサルやってたりするんですけども、その内容ですね、どんなことやってるのとかを、さらっとね、概要、設計とかね、チャンネル設計とかね、なんかこう、漠然としてるんですけど、実際どうやってるかわからない方もいらっしゃると思うんで、今日解説してます。で、過去にですね、たった10日間で YouTube 収益化した、動画も出してるんで、これ、新しいチャンネルですね、10日間で収益化、1000人以上ですね、行きましたよっていう動画出してるんで、そういうのもね、参考にしてみてください。で、まずじゃあね、はじめにその YouTube のチャンネルを作るにあたって何から始めるかっていうとですね、一つ目、ステップごとに決めていくんですけども、まず、何をやりたいのかっていうのをですね、明確にしていきたいっていうので、ここをですね、最初に決めてます。で、お客様によってはですね、決まってたりもするんですけども、結構ね、漠然としてる方もいらっしゃるんですよね。なんとなく YouTube やりたいとかね、なんか YouTube やると物が売れるようになるんじゃないかとか、YouTube やると集客できるようになるんじゃないかとか、そうやってね、何かした方がいいけど、じゃあ何したいのっていうのはね、わからない方が、結構いらっしゃるんで、最初はそこ固めますね。で、YouTube で、何をですね、こう発信するのか、そこがね、結構、最初に固めておいた方がいいです。で、そういう風に決まってないままやってしまうとですね、こう、どっちの方向に行ってしまうって、こう、なんかバラバラになってしまうので、まずね、そこを決めてます。で、それね、なかなか決まんないよっていう場合は、得意なことをですね、書いていったりすることで、何をやるべきかっていうのは決まったりしますね。で、そこで、得意なこととかをこう掛け合わせていって、その自分自身、その会社であったりとか個人だったりとかですね、これから YouTube を始めようと思ってるあなたとかが、得意なことを書き出していって、それを掛け合わせていって、何か価値を提供できないのか、そういうふうに、ところを、やるのが戦略としてですね、差別化しやすいです。例えば僕であれば、YouTube を始めた初期はサラリーマンだったんで、サラリーマンで不動産投資家で、あと不動産投資やるとね、夢の不労所得だみたいなことを言ってる人たちが多かったんで、逆に危険性をですね、解説していったっていう、そういう戦略を最初は通ってましたってことで、この何をやるかっていうのはね、結構その掛け合わせる、自分が何が得意かっていうところと、やることがすごい重要だと思います。で、他にもね、サラリーマンと研究開発を物理で、科学のチャンネル立ち上げたりとかですね、そういうのもやったりしてます。で、広すぎるよりかは絞った方がいいですね。なんかこう、漠然とむちゃくちゃ広大な範囲を取り扱おうとすると、自分自身がですね、その、会社であったりとか個人だったりが何の人なのかってぼやけてしまうんですよね。特徴が出なくなってしまうっていうのがあるんで、まずはですね、本当に絞ってコアなところで、かつ、人々にですね、興味持ってもらえそうなところから始めるのがいいですね。あれもこれもやるとですね、この人何なんだろうみたいなね、なんかそういう風にボケてしまうと。で、一点突破で、認知度を高める。ランチェスター戦略とか言ったりしますけれども、そういう得意なところですね、一点突破する。それが弱者のためのですね、戦略。むちゃくちゃね、知名度高くて、それで最初から人気ある人だったらいいんですけども、僕自身すごい無名なところから、やっているんで、誰一人ですね、僕のことを知らない。そういった状態からやるであれば、この人はもう不動産投資家だっていうですね、認識をまず持ってもらうっていうのが重要だったりします。そのためには一点突破ですね。不動産だけの特化した YouTube チャンネル。最初そうだったんですけども、そういう風にやってると。で、次ですね、これね、ぼやけやすいんですよ。誰のためにやるの？これ自分がやりたいことはじゃあ決まりました。不動産投資やりましょうってなった時に、じゃあ、誰のためにやるのっていうね、これもね、なんかこう見てくださる人のイメージをですね、なるべく、しないと、やっぱ再生されにくいですね。やっぱり動画出すからには、なんかね、自分のこうなんか生き様を残したいとかって話だったら、別にいいのかもしれないですけども、どうせ出すんだったら多くの人に見てほしいよって思ってる方が多いと思うんですよね。そのためには、その誰にじゃあ見てもらいたいんですか？こう日本人って言ってもね、1億何千万人いるんで、その中のどういった人っていうのをね、絞ると。で、具体的にイメージしないとぼやけるんですよね。サラリーマンなのか、経営者なのか、フリーランサーなのか、学生なのか、
若手なのか、おっちゃんなのか、高齢者なのか、男性なのか、女性なのかとかですね、そういう絞っていくっていうか、そのターゲットをですね、どこに置くか。で、そこも広ければ広いほどですね、ぼやけるので、ある程度狭い方がいいですよね。なので、自分の場合で言うと、サラリーマンとかで、30代の、男性とか、そういうターゲットをですね、決めるっていうのがすごい重要になります。なので、具体的に、どういった方に見てくださってるのか、例えば学生に対して話すのと、社会人に向けて話すのって動画の構成多分やっぱ全然違うんですよね。その社会人の方については、お金貯めるのはこうだよって話をね、刺さるかもしれないですけども、学生にとっては、あんまりまずお金をこう稼ぐっていうよりも、どちらかというともう将来どういう方がとかですね、そういった進路だとか、そういう方に興味持ったりとかするので、なので全然違ったりするんですよね。なのでそのターゲットがぼやけると、その誰に向けて誰に刺さるのかってわからないんで、これもね、決めた方がいいですと。で、じゃあ次、3番目は、じゃあね、何のためになるのかっていうね、それもね、すごい重要なんですよね。結局、動画を見ていただくってことは、なんか、役に立たなきゃ見ないんですよ。なので、なんか強制的に見てもらうわけでもないので、映画館みたいなところを閉じ込めて、ほら見ろって話じゃないので、何らかこうクリックしてもらって、興味持ってもらわないといけないってことで、なかなかね、自己満足な動画ってのは見られないですね。ごく稀に自己満足な動画を、自分の世界観出して再生される方もいるんですけども、でもそれって、実はすごい計算され尽くされてて、傍から見るとね、なんかこう自由にやってるように見えるんですけども、実はね、もう、YouTuber の人はむちゃくちゃ考えて自由にやってるように見せてるだけだったりするパターンも結構あるんですよね。なので、やっぱこう自己満足でもう好きなことだけあって伸びるような時代では今なくなりつつあります。で、とにかく見た後に、その感情を動かす、面白かったな、なのか、役に立ったな、なのか、もうなんか心地よくなるのか悲しくなるのか、その感情を動かして、それでですね、記憶に残るってことですね。見たけど、どこにも印象残らないみたいなね、スーンって言って、ふーんで終わっちゃうともう絶対忘れてしまうので、何らかのその感情、面白かったのか役に立ったのか悲しませるのかですね、こうなんか、恐怖を煽るかいろんなジャンルがありますよね。なんか好奇心をやるとか。なので、見たらどうなのかもイメージしておいて方がいいですし、そこがないとやっぱ再生されにくい。で、特に、その笑いを提供するのがね、あははは、でも最高だぜ、みたいな、むちゃくちゃ面白いぜなのか、もうなんか癒されるね、なんかモフモフ系で、癒されるなのか、暇つぶしなのかですね、好奇心、これどうなるんだろう、みたいなのとか、勉強になる、健康になる、スキルアップになる、副業でお金稼げるとかですね、もう見たらどうなるのって、そこもね、ぼやけると、見られないんですよ、残念ながら。なんか出してみた、みたいなね。やりたいからなんか出した。見たけど何なのこれみたいなのはやっぱあるし、そうなるとやっぱ再生されないし伸びないですね。残念ながら何本出してもやっぱ伸びないですね。やっぱ視聴者さんの目は厳しいですね。っていうことで、その3つが重要ですと。で、今言った復習なんですけども、その何やるのっていうのと、で、2つ目が、じゃあ誰のためにやるのっていうのと、3つ目、何のためになるのか。その3つが、重なってです。うまく、折り合った領域でやるのが、おすすめですね。これどれか欠けてるとですね、なかなかやっぱ伸びにくいんですよね。なんか何やるかも決まってないけど、なんか何のためになるかだけ決まってるとかですね、その3つが重ね合わさる領域を、探すっていうのがですね、重要だと思います。いきなりバチッとハマるっていうのはないんで、ちょっとずつね、こう探しながらこう、やってみてっていうので全然いいと思うんですけれども、そうしないといけないですと。で、これで、その3つ決めたとして、さらに、このライバルに勝つことができるのか、ライバルはいるのかとかですね、もう今ガラ空きのジャンルなんかほとんどないので、僕のブログとかでも YouTube ガラ空きとかで検索でよく僕のブログ来ていただいている方もいるんですけども、もうガラ空きを Google で検索して、それで出てきたものやったところでも遅いんですよね。なので、やったから伸びるってジャンルもほぼないんで、すでにほとんどのね、ジャンルのライバルがいるので、そこにですね、自分自身のその優位性、さっきの掛け算のところで、競争で勝てるのか、付加価値が、与えれるのか、優位性、自分だけのですね、そのオリジナリティみたいなのが出せるのか、そういったのがないと、YouTube はですね、ちょっと難しいかもしれないですね。なので、いきなり YouTube やって、なんか、初心者がなんかバーンってやって、わーって上がるっていうような世界ではなくなりつつあるので、そうやっていきなり YouTube やるよりか、なんか他のスキルをですね、身につけるっていう方が早いと思います。やっぱ YouTube、いろいろ僕も副業やってきてるんですけども、過酷ですね。かなり過酷です。はい。で、自分自身はですね、最初、モフモフ不動産の設計どうしてたかっていうと、平均年収以上のですね、サラリーマンで、将来に不安があって、で、忙しいけど、なんかこう勉強しなきゃ、みたいなモチベーション高い人ですね。で、さらに、なんかやりたいよ。で、不動産投資
をですね、実際にその見てる人に対しては、不動産投資素晴らしいよっていうのと、基礎とかですね、それを実際に不動産投資をやってる人はですね、解説するっていう、その机上の空論でなくて実際にやってるよっていうのと、で、さらに、見てくれた人がですね、危険な不動産買わなくて済むだとか、実際に不動産買ってですね、利益を出せるように、その処方を YouTube で解説するっていうもとでずっとやってましたと。それですね、それが多分良かったんでしょうね。おかげさまでそこから、僕はスタートしてるので、そういう最初のですね、ペルソナっていうか、誰をターゲットに何のために、で、どういう動画を出すか、そこはですね、固めておいた方がいいですね。で、これ前の動画でも出したんですけども、どっちファンになりやすいかっていうと、そのファミレスみたいに、何でもあるよっていうね、そのお年寄りから子供前ですね、老若男女に、例えばカツ丼とか蕎麦とかラーメンとか何でもあるよっていうファミリーレストランをやろうとしても、ファンはなかなかつきにくいんですね。今から僕がファミレス出そうとしても。もうすでに大きなファミレスいっぱいあるので、それよりかは、ラーメンのですね、油こってりのですね、二郎系ラーメンみたいな、そういう方が、つかみやすいですよね。職人が、こだわってるですね、こだわりラーメンみたいな方が覚えられやすいっていうかですね、そっちの方が特色が出るんですよね。なので、初心者の人はよくやりがちなのは、いきなりファミレス目指しちゃうみたいなね、総合デパートみたいな、何でも揃うけど、それデパート行くかっていうとですね、専門店行くみたいなね、そういう方が、最初は YouTube 始めるんだったらおすすめですね。勝てないです、こっちはもう本当に。今の人たちは。なので特化してやると。で、さらに、YouTube を絞ってやって、で、その誰のために何をするのかっていうのもですね、やっぱりこのラーメン出すからにはターゲットはですね、その若い女性っていうよりかは、油切ったものが好きな、20代とか30代の若い男性。これお年寄り食べるかっていうと多分食べないですよね。なのでこれも見る人と食べ物がマッチしてるからこそ、あと人気が出るんですよね。そこも、ターゲティングしてですね。で、さらに、これを食べることで満足度を与えるとか、そういうですね、設計。だから YouTube の設計っていうのも、この商品のですね、設計っていうのも基本はですね、多分一緒なはずなんですよ。そこができないとやっぱ物って売れないし、その自己満足独りよがりのですね、その商品になってしまって物が売れないっていう風になってしまうと。で、それで、これでブランディング取れたら、次にですね、ちょっとより売り上げを上げるためには、新しい商品を出す。YouTube で言えば不動産投資あった後に僕は株とかですね、経済とかに踏み出したように、そっちで認知出したら次の相性のいい商品で、例えばチャーハンをですね、チャーシューのチャーハンとかですね、油っぽいチャーハン、まかない飯みたいな、そういうの出したりとかすることで、よりですね、パイが広がっていくんですね。ここで間違っても、タピオカミルクティーとか出すとダメですよっていうことなんですよね。この油っぽいもの食べに来た人たちにタピオカミルクティーをね、出したりしても売れないっていう。でも YouTube もそういう風にやっちゃいがちなんですよね。例えばビジネス YouTuber とかで、ちょっと旅行に行ってきましたみたいな動画を上げてみたりだとか、うちのペット可愛いんですみたいなのをやったりしがちなんですよね。でもそれって、こういうことなんですよね。脂っこいラーメン屋にタピオカミルクティー出すような感じなので、それはそれで殺し合うっていうかね、ぼやけるんですよね。なので、やっぱり YouTube に関しても、その戦略、まずは軸を固めてぼやけないようにする。そこがですね、本当最初の設計は本当重要なので、そこは常に僕は、そういう風にですね、伝えてますね。じゃあ実際 YouTube やってみようっていうことで、いろんなスタンスがあるので、YouTube ですね、どういう風に1000人目指すためにはですね、どうするかっていうところで、まずですね、YouTube 結構簡単に始められるので、手軽にですね、やってみるのがいいかもしれないですね。普通に Google アカウントを作成して、Gmail とか、これ無料でできるんで、で、さらに、YouTube のですね、チャンネル作成して、で、一点注意なんですけども、ブランドアカウントって新規に、アカウントを作らないと、チャンネル名自由に決められないので、このブランドアカウントっていうのを新規に作ってみてください。これググれば出てくるんで、ぜひやってみてください。で、普通にスマホで撮影して、スマホで編集っても全然できるんで、これもね、ググればいくらでも YouTube で解説されてるんで、そういう風に別にパソコンがとかね、iMac、MacBook Pro がとか、ファイナルカットプロがとか、そういうのどうでもいいんで、とりあえず、プロはそういうもの必要かもしれないけど、全然 iPhone でもですね、編集できたりします、スマホで。で、僕の場合は今iPhone 11 Pro でですね、マイクも使ってなくって、普通の iPhone のマイクを使って、iMovie ってやつで音をちょっとゲインアップ、底上げして、で、そのまま iPhone から YouTube にアップしてるっていうので、本当 iPhone だけで今撮ってるような形になってます。なので、最初にね、個人が普通に始めるんだったらちょっとやってみるっていうのはすごい、手っ取り早いと思います。いきなりね、一眼レフでね、なんちゃらとかそういうのは全然いらないと思ってますね、僕は。こういうビジネス系であれば、映像の美しさってね、例えばぬいぐるみのね、モフモフの毛の一本一本まで再現するとかね、照明の角度とか、
まあそういうのは多分求められてないので、そこはまだいいのかなって思ったりしてますね。僕をね、4K で撮ったところでね、大して綺麗にはならないんで、より汚くなっちゃうみたいなね、そういう感じになるんで。で、あと撮影の前にはね、やっぱ準備が、すごい重要です。いきなり撮ってむちゃくちゃ面白いっていうのはね、やっぱないですね。なので、とにかくビジネス系、もしビジネス系であれば台本作ったりとか、エンタメであればやっぱ台本っていうのは絶対重要ですね。で、打ち合わせしたりとか、すり合わせを絶対やってるはずで、で、まあ、僕の場合は、一般的にはですね、ビジネス系であれば、もう最初に動画の内容を話して、まあ、メリット、見るメリットですね、伝えて、で、権威性、まあ、最初どういう人がやってるか、まあ、不動産投資でこれぐらい持ってますよとかですね。で、最初にもう概要とかで結論言っちゃうみたいな。で、そこから詳細みたいな流れがですね、まあ、一般的ですね。これ人によってアレンジされたりとかですね、メリットとか、その最初の内容をむちゃくちゃ濃く話す方とか、いろんなパターンがあります。僕はまあ、標準的ですね。で、まあその権威性も、知名度が上がってくるとこう省略したりとかですね、される方もいると。で、全然ね、オープニングとかエンディングとかの最初のやつはもういらないんで、削っちゃった方がいいですね。そこで離脱されるんで。で、自己紹介とかをね、永遠なんかやる方いるんですけども、とにかく結論を先に知りたいっていう方が多いので、最初ね、自己紹介とかいらなくて、もう多分権威性、こういう実績出してますよぐらいのね、ところで全然問題ないと思ってます。誰が言うかっていうのがすごい気にされるのですね。その人の人生とかそういうのはあんまり気にされない感じがありますね。で、実際に撮影前に、いろいろ準備も必要なんですけども、で、さらに撮影の前に練習がね、ぜひ練習した方がいいですね。よく喋りが上手いですねとか、言ってくださる方多いんですけども、むちゃくちゃ、過去練習してるので、なので、撮る前に5回とかは練習した方がいいですね、初心者の方。もう僕は今もう一発撮りで、そのままですね、上げてるんで、別に編集もカットも何もせず一発でこう喋ってるんです。これはもう1年半ぐらいずっとやってるからこうやって喋り続けれるようになってるだけで、最初はですね、こんなんではなかったっていうのがあるので、練習した方がいいと思います。まあ本当ね、プレゼンテーションって喋りの練習した方がいいですし、まあ例えば10分だとしても5回やって50分なんで、それぐらいだったらね、1時間練習した方が絶対いいですね。それで、繰り返せば上手くなるんで、で、これやらずに、喋りが上手いですねとかいうのね、そのなんかリフティングとかね、サッカーでパスの練習とかやったことないのにね、いきなりサッカーの試合出たりとか、野球でキャッチボールとか素振りしたことないのにいきなり試合出るようなもんだと思いますよ、こういう練習せずっていうのは。なのでね、スポーツとか、それと一緒なんですね、プレゼンテーションも。なので、これは今 YouTube 向けやってますけど、もうちょっと実際にセミナーとかあったらもうちょっとゆっくりしてボディーランゲージをこう使ったりとか、こう動き回ったりとかですね、こうなんかもっとやったりとか、いろいろ合わせてやってるんですけれども、そういう風に YouTube 系の、編集とかその立ち振る舞いみたいなのがあるんで、そういう練習っていうのはね、すごい重要ですんで、ぜひやってみてください。で、10分で撮影して、例えば10分で撮影して5時間編集とかってね、編集に命かけるみたいな人結構いるんですけども、これね、多分ね、その5時間編集するよりかは、よりですね、この1時間練習して4時間編集とかの方がバランスはいいですね。喋りも上手くなるっていう。撮った素材っていうのは、素材がね、いくらもう、ダメだったら、いくらこうごまかして調理しても、やっぱりいいもんダメなもんはダメなんで、最初にやっぱ台本だとか、その撮影とか、まあそっちに時間かけるべきだと僕は思ってますね。まあ事実自分自身に全く編集してないので、一発撮りです。ただこの、パワーポイントですね、この資料自体はすごい時間かけてですね、考えてるケースが多いですね。で、撮影したのをちゃんと見返してみて意味が通るかっていうのもちゃんとやった方がいいですし、それ台本もですね、これ本当に分かりやすかったかコメント見たりとか、まあそういうですね、フィードバック見るのも大事ですと。で、まあもし、ビジネス系やるとしたらですね、何がいいですかとか、顔出しいるんですかいらないんですかとか、いろいろ言われるんですけども、これで結論ないです。いろんな人たちがいろんなことで成功してるんで、で、大まかなジャンルですね、ビジネス系のこの、僕で言うと、こういうテレビ使ってやってるとかですね、ジャンル分けすると、もう一発撮りで話すスタイル。これ強いですよね。池早さんとか結構俺に近かったりとかするんですけど、一発撮りで編集せずにもそのまま喋るって何も、最近そういうスタイルに行き着いてますね。で、白板に書いて、解説、オリラジのね、中田さんとか、そういうことをやってるんで、そういうスタイルもあるし、で、あと、リベライリョウさんとかね、マインドマップっていうのをやって、まあ、やってると。まあ、リョウさんとか見ると顔出ししてないんで、ただ単にマインドマップを、説明してるだけなので、まあ、そういうのを見ると全然顔出しは不要ですよってことはわかりますよね。で、僕みたいに、そのパワポプラス TV プラス、まあ、解説みたいなスタイルですね。で、あとは、普通に話入れて、編集入れるみたいなね、まこなり社長とかそういうスタイルですよね。で、カット入れまくるとか、がっつり編集入れて、ちょっとこうなんか絵を入れたりとかするとか、あとまあ普通に、サラタメさんとかね、アニメーション系の編集入れたりとかする、まあそういうソフトがあるんですけども、そういうスタイルがあると。で、まあ他にもいっぱいあるんですけれども、まあ主なところはこういったスタイルなので、で、結局、まあどれが成功しやすいかってないんですよ。
これ選んだら成功するとかもないし、これだと成功しないとかでもないんで、顔出さないといけないとか、顔出した方がいいとかも、もう全然その人次第の魅力次第なんですよ。さっき言った、目的とですね、ターゲットと何をやるかっていうのと、そういったところの方が、むしろ重要になるかなと思うんで、で、自分自身がどれがですね、一番合うのかっていうのをですね、試してみるといいと思います。なので試行錯誤して、このスタイル、このスタイル、このスタイル、僕はもう本当にパワポー TV プラス解説が一番楽なので、これやってるんですけれども、試してみた方がいいと思います。多分僕はマインドマップとかやってもあんまりですね、どちらかというと僕のこの顔がですね、インパクト強いんで、覚えてもらいやすいとかですね、そういうメリットもあったりするかもしれない。顔がね、特徴的だったりとかすると。あとね、アニメーション系の編集とかもですね、別にそういう顔出さなくても、そのコンテンツ自体がむちゃくちゃ作り込まれていれば、全然ね、モチベーション審査とかね、動画の本数とか少なくても登録者数むちゃくちゃ多かったりとかするんで、本当ね、答えはないです。なので答えはですね、結構どれがいいですかとかよく聞かれるんですけど、答えはないですね。やってみて自分に合うものを探しましょうっていうのがいいですね。で、動画あったら、登録者数やっぱ1000人行くためには、やっぱデータを見ないとダメですね。出しっぱなしみたいなね、結構いるんですよね。もう取って出す、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 再生数上がったウェイみたいなね、そういう人いるんですけども、やっぱ振り返りっていうのはすごい重要なので、データを見た方がいいです。なので、やっぱ、手っ取り早く伸ばしたいんだったらしたら、ちゃんとですね、データを見て、何が、人気があるのか、そういう分析がすごい重要です。で、特にね、YouTube の場合は、初めのやっぱ5秒とかで離脱されるんで、そこはですね、データが見れるので、どれぐらいでね、離脱されてるかっていうので、なるべく見てもらえる時間が長い方が評価されるので、そこはですね、見た方がいいです。で、これ、実際の僕のデータなんですけども、最初のね、この10秒、20秒ぐらいでバンと離脱されて、で、ここは 100% なんですよね。なので、この辺で、20、30%ぐらい離脱して、で、そこからダラ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 ーって、ちょっとずつ見るのやめていってもらって、で、最後に離れるみたいなね、そういうパターンを描いてますと。なので、これで、平均的に何%の動画が見られたかっていうのが、視聴者維持率っていうのがあるんですけども、これをですね、なるべく高めるっていうのが、まずですね、すごい最初の大事なことだと思ってます。なので、最初に注目すべきは、僕は視聴者維持率を、見るようにしてますね。これもね、いろいろ人によって再生時間がとかいろいろあったりとか、YouTube のアルゴもね、常に変わってるんで答えはないんですけれども、それを見てますと。で、自分の場合は視聴維持率をだいたい 50% とかですね、高めるように目標にしてますね。実際40とかなのかな。結構20分とかの動画であれば、10分ぐらい見られるぐらいの計算ですかね、平均的に。結構長い方かもしれないですね。で、なるべく、視聴時間を長くした方が、最近のここ1年は、視聴時間長くした方が再生、拡散されるっていう傾向にありますね。なので、5秒の動画とかです。昔はね、再生回数だったんですけども、歴史としては再生回数重視されて、視聴維持率重視されて、最近は再生時間を重視されてる感じですね。ただ5時間の動画を10分しか見られないのと、10分の動画10分見られるのとですね、どっちが比重重いかっていうと、多分やっぱ10分の動画10分見られた方が、コンテンツとしての質は高いはずなんですよね。5時間あって10分しか見られてないじゃんっていう風になっちゃうと、落ちると思うんで、この維持時間ですね、維持率何パー見られたのっていうのを維持しつつ、なるべく長くするっていうのがね、僕は今目指してますね。で、初期はやっぱね、30分とか見てもらえないですよ。誰だか知らない人がなんかグダグダ喋ってる内容を30分見るって結構拷問に近いんで、やっぱり初めはですね、10分、5分とかですね、10分ぐらいから始めるのがいいと思います。で、理想の長さ、どれぐらいの長さがいいですかってよく聞かれるんですけども、これもね、答えなくって、視聴者が満足する時間が、ベストですね。なので短すぎて、あれこれ何も話してないじゃんって内容ないなって思われてもダメだし、もう長すぎてグダ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 引っ張っていって、なんだこれみたいなね、答えは CM の後みたいになると YouTube も一発で離脱されるんで、ガンガン結論をね、まくし立てていくみたいな方がいいんで、でもそれを引き伸ばすもダメなんで、とにかくその動画の伝えたい中身、最初に言った目的ですね、この動画何の意味あるのか、これを例えば今日であれば YouTube1000 人行くっていう目的を伝えたいっていうのに対して、それが伝わる最短っていうか、の長さですよね。長すぎてもダメし、短すぎてもダメなんで、引き伸ばすのはダメなんで、一番短い時間でそれを伝えるっていうのがですね、凝縮されたコンテンツ。そこを目指すのがいいと思います。でも今ちょっとね、一つ、視聴維持率出したんですけども、他にもね、いろんな項目があるので、全部紹介していくとね、ちょっととんでもない時間になるので、今日はちょっと割愛しますんで、また機会があれば説明したいと思います。で、実際自分自身ね、YouTube 1年半ぐらいやってるんですけども、いきなりなんかあって、バーンと上がっていくっていうイメージじゃなくて、
これチャンネル登録者数の推移なんですけども、こうじわじわですよね。なんかどっかでバズったりして、なんかラッキーパンチが1個当たってきたとかではないんですよ。なので、この1年半やっぱ地道にですね、動画をですね、まあ1日1本から2日に1本ぐらいを出し続けて、まあ5、600本ぐらいですね、出して、ようやくまあ今21万人ぐらいまで来ることができたので、とにかくね、楽しみながら続ける。っていうところがすごい大事だと思います。で、まあ週に1本以上出せっていうのがね、すごい大事かなと思うんで、まあなんかこう、なんだろう、ラッキーパンチみたいなね、まあ1000に行って、まあどっかでね、やっぱこう飽和するっていうのが来るんで、今自分の中で考えてるのは、まあここでどっかで頭打ち来るので、来ないように伸ばし続けるためにはどうしたらいいのか。まあそこがですね、常に考えているところではありますね。で、さらに、より理解していただいて、より分かりやすく楽しく役に立つ動画、まあそういうのは何だろうっていうのをね、常に求め続けているような状態になります。ってことで、YouTube 講座をですね、詳細欄貼っとくんで、再生リストですね、YouTube、まあどれぐらい稼いでるのとかですね、どれぐらい再生あればですね、YouTube だけ食ってけんのとかですね、広告どれぐらいもらえるのか、まあそういう改正だったりとか、あとはブログとかですね、ブログの始め方とかの再生リストを作ってるんで、ぜひですね、こういう、情報発信したいよ、まあマーケティングとかね、興味あるよっていう人はぜひですね、役に立つんで見てみてください。あと、まあ法人向けのコンサルもやってるんで、お問い合わせからですね、もし法人限定なんですけども、興味ある人はぜひ聞いてみてください、コンサルティング。はい。ということで、まあ YouTube ですね、1000人目指すためにはどうするべきかっていうところで、まあ何やんのっていうのはね、まず固めていただいて、で、さらに、まあ誰のためにっていうのはね、でさらに何になんの、まあその3つをですね、まあうまくを取って、で、楽しく続けられるところ、もうなんかもう YouTube 動画出すのも苦しくてしょうがないし、こんなことやりたくないよっていう気持ちだと、まあ多分続かないですね。そんなになんだろう、楽なものではないってイメージがあって、まあ、しつこいですけども、いろんな副業の中で YouTuber かなりハードですね。過酷です。まあ、数値もダイレクトで出るんで、心折れる人も多いですし、まあ、途中で更新しなくなるっていう人がほとんどですね。で、1000人いかないっていうのはほとんどだと思います。残念ながら。で、まあ、特にやっぱ1000人行く人と行けない人の違い、やっぱこう、掛け合わせでですね、独自で出して、でさらにまあ、誰のためになって、まあ、何のためになるのかで、どういう動画を出すのか、そのコンセプトが、まあ、かっちり固まってる。で、さらに優位性があるというところですね。まあ、それをね、すべて兼ね備えると、やっぱ、伸ばしていくと、まあ、1000人、1万人、10万人っていうコースがあると。まあ、結構ね、簡単ではないので、難しいんですけども、その辺をまあ常に意識していると。で、やっぱり台本を作って、練習して撮影してデータを見返すっていうのがすごい重要だと思います。ということで、まあ、なかなかね、1000人いかないと思うんですけども、ただね、これ1円もかけずに、無料でですね、楽しんで YouTube 動画出せるんで、不動産投資をね、じゃあパンとやろうっていうね、無理なんですけども、YouTube だったらね、本当にスマホ1個あってね、普通に Wi-Fi がね、繋がっていればどうでもポンと動画撮ってポンと上げれるんで、まあ、それ一回試してみるってね、顔出しとかしなくても全然大丈夫なので、リスクも全然ないので、稼げるチャンスは誰にも平等にあるのでですね、あとはまあそういうので、やってみるかやってみないか、宝くじよりかは当たる確率はすごい高いと思うんで、ぜひですね、興味ある人はやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済とか、まあ YouTube の攻略法とかですね、役立つ情報を発信していってるので、もしよかったらチャンネル登録をぜひお願いします。またいつもですね、コメント高評価ありがとうございます。役に立ったらですね、ツイッターでつぶやいていただいたり、シェアしていただいたりとかですね、友達に伝えていただくとすごい嬉しいです。またですね、ツイッターやってるんでフォローぜひお願いします。あとインスタ、フェイスブックページも最近更新してるんで、ぜひ登録してみてください。それでもありがとうございました。ウェイ。新しいジャケットを買いました。イェーイ。ちょっと明日ようやく髪切りに行くんで、髪がモフモフしてます。